ペンネームチコさん、10代の女性から届いた相談です。大愚様はじめまして、高校3年生、18歳の女子です。うまく伝えられないと思いますが、ここに私の悩みを綴らせていただきます。長くなってしまうと思いますが、目を通していただけたら幸いです。私は高校3年の春、不眠症をきっかけに自分自身のことをすごく考えるようになり、何でもないのに泣いたり、不安になったり、無気力になったりしてしまいました。そのような気持ちが晴れないまま、夏が過ぎ、秋になる頃に、いろいろなことが重なり、本当に辛くてどうしようもなくて、毎日泣いて、いつも死にたいと思うようになっていました。そんな時、私にはとても頼りになる大好きな友達がいました。その友達とは、部活が一緒で辛い時もいつも支え合ってきた大切な仲間でもあり、お互いが一番の理解者でもありました。だから私はその友達に全部悩みを打ち明けました。でもその次の日、悩みはやっぱり消えなくて、ずっと死にたいと思っていた私は自殺をしようと思い、その友達にやっぱり無理だった、ありがとうと伝えて死のうとしました。けれども結局私は死ねませんでした。でもその時友達が本当にとても心配してくれました。何回も電話をしてくれたり、学校の先生に行って何とか連絡を取ろうとしてくれたり、しまいには私の家まで来ようとしてくれました。私はすごく申し訳ないという気持ちに苛まれると同時に、本当にありがたいなという気持ちになりました。でも私がその大切な友達にとても迷惑をかけ、振り回したことで、その友達も疲れてしまい、勉強に集中できなくなってしまいました。その時私たちのことをよくわかってくれている部活の顧問の先生が私たちを引き離してくれ、私は部活の顧問の先生にお世話になることになり、その友達は元通りの生活に戻り、今は受験勉強に励んでいます。私はたくさんの先生に支えられて、保健所に行ったりカウンセリングを受けたりして、うつ病と戦っています。でも、その友達との関係は、それ以来壁ができてしまいました。今も仲良く話はするものの、前みたいに何でも話し合ったり、笑い合うことができなくなりました。お互い受験生というのもあり、ピリピリしていたり、私がうつ病だからなのかもしれませんが、それでもやはりその友達に依存し、迷惑をかけ、振り回してしまったことを私はずっと後悔しています。私は大学で地方に進学しようと思っているので、それを機にきっぱりと決別した方が良いと考えています。私が蒔いた種ですし、自業自得なのは分かっています。だけれども、どうしても心に引っかかっています。教えをいただけたら幸いです。長くなってすみません。最後まで読んでいただきありがとうございました。うつ病の今の私にとって、大愚様のお言葉はいつも心に響いております。これからも楽しみにしています。無心大道に帰すという前後があります。無心というのは、自分の心に様々な計らいとか作為を持つことなく、物事に向かうと大道に帰す。大いなる道ですね。これはそのものと、大道といったときは仏教の場合は必ずこの修行、悟りに向かっての道なわけですけども、つまり物事の本筋、その本筋に戻ることができる。つまりその本筋と一体となることができるということですね。様々な計らいを持ってああしようこうしようと思うと、その物事の本来の姿からどっか離れてしまうんです。様々な計らいがその人に力みを生み、普通に自然にしていれば済むことが不自然になってしまう。望みが強いがゆえに、思いが強いがゆえに、本来であれば自然に任せていれば自然とうまくいくことが、あれこれ自分でいじくり回そうとしてね、そして余計な計らいを持つことによって本筋からずれていく。そのようなことを教えてくれる言葉がこの無心大道に帰すということです。
人間と人間の関係、これは本当に面白いですね。興味深い。不思議なところがあります。不思議というのは思議することができないということですね。私たちが思ってああだこうだって言って、なんかそのようになるものじゃない。ね、というのが不思議ということですけど。友達っていうのも面白いですね。自分ではこの人本当に好きだなと思っても、向こうからしてみると、なんか自分は本当の友と思ってもらえてないとか。これは恋人とかもそうですね。あの子好きだなと思って、自分が好きになった人が必ずしも自分を好いてくれるとは限らない。ね、こういう人たちと友達になりたいなと思っても、そういう人たちと友達に自分がなれるとは限らない。でも何かふっと、なんか特に別に作為を持ってね、計らいを持って、この人と友達になりたいと思って近づいたわけじゃないのに、気がついたら一緒にいるとか、気がついたら何でも話せるとか、そういう友達っていますよね。さて、チコさんの問題は何かというと、良き友がいた。自分が苦しんでいる時に親身になって、なんとか力になりたいと思って動いてくれた友がいた。いたという過去形を使うのは、今そのような関係でチコさんがその友とないということだからなんですけども。さてチコさん。うつ病になってしまった。で、このうつ病になってしまった。チコさんに対して、受験という人生の中でもとても大きなチャレンジを、チコさんも友達もしている中でね、先生が判断してくださって、友達であるということは構わないけれども、やっぱりチコさんが今病気だと。ね、病気であるがゆえにね、やはりその友達との間にちょっとね、一定の距離を保って、それぞれが、チコさんの場合は自分の療養、そしてさらに同時に病気を抱えながらも受験をしていく。で、そのチコさんの友達は、やっぱり受験ということに向かわせなければいけない。それぞれの人生の目標があるわけですから。ですからそちらに向かってね、集中できるようにということでちょっと距離を置いてくださった。そのことによってチコさんも友人も今、それなりに友達関係を以前のようではないけれども保つことができている。さて、人間は成長していくと、様々この脳が発達してね、右の脳、左の脳、役割が違うと言いますけれども、直感的な脳と言われる右の脳と、計算の脳と言われる左の脳が衝突するんですね。そう。大人になるという過程の中で今みんながね、勉強している。チコさんたちが勉強していることの中には、この右の脳ではなくて、左の脳をたくさん働かせるという訓練がものすごいあるわけです。そう。私たちがこの現代の社会を生きていくためにね、左の脳を使わなければいけない時もある。けれども左の脳が邪魔して、右の脳の直感とかね、そういうものを妨げていくこともある。これがね、本当に面白い矛盾ですね。さて、チコさんの中に、今、友との関係ということを自分がうつ病を患ってからね、以前はあんなに、何でも相談し合えたのにとかね、以前はあんなに何でもないことで笑い合うことができたのにと。今でも普通に、友としては接しているけれども、以前のような関係になれない。で、これは、ある意味ではチコさんの人間としての発達の過程で一段階成長したということでもあるんですね。そう。自分が一段階成長して物事をいろいろ考えるようになったので、この自分の思考というのがね、こじれてしまった。それがうつ病です。ね、自分の思考がどこかでこじれてしまうんです。人間は人間の思いによって病気になるんですね。けれども、いずれにしても、心が風邪をひいてしまっている状態がうつ病です。そう。チコさんね、友達が
もし本当に友のことを思うのであれば、自分がインフルエンザにかかった。自分がインフルエンザにかかっている状態のまま友に会いますか？それは会いませんよね。自分のインフルエンザを移してしまうかもしれないし、何らかの形で友達が一方的にインフルエンザの人を看病しなきゃいけないような、気使わなきゃいけないような状態がやっぱり生まれてしまうんですね。友のことを思うのであれば、自分が風邪をひいた時には友達に会わないじゃないですか。会いたいですよ。寂しいしつまんないですよ。部屋でずっと寝てるのは。高熱が出てね、寝てるのはつまんないですよ。けれども、だからといって、のこのこと友に会いに行ったり、世の中にふらふらと出て行ったらみんなに風邪を移してしまいますね。そう。だから、そこはおそらく友とはいえね、一定の距離を置いて自分の療養に努めるじゃないですか。うつ病っていうのも同じなんですよ。体が風邪をひいたんじゃなくて心が風邪をひいた。で、心が風邪をひいた状態で自分がちょっと風邪をひいてしまっていると。で、それでゴーッと心が咳をしながら友達に会うと。当然ね、友達もどうしたのってすごく心配してくれる。ですから、それは友達に会うなということではないんですが、どこかで自分のこの心の病っていうものが友達にとってね、やっぱり負担になってしまうことがあるかもしれないという配慮、以前はしなかった配慮をしながら関わるってことにやっぱりなってきますよね。で、これは別に悪いことじゃない。処方箋です。チコさんに今、友との関係において、これはまた友との関係だけでなく、ね、友達とのその今の関係において、でも友達との関係においてだけでなく、です。無心大道に帰すということを改めてここでもう一度自分の課題としてね、自分のテーマとして掲げてみてはいかがでしょうかというのが今回の私からの処方箋です。そう。私たちはだんだん大人になると子供の時みたいにね、物事をストレートに素直に考えられなくなるんですよ。そして何か一つのことをね、ああでもないこうでもないっていろいろやってみたりして余計な計らいを心の中に持って生きてしまうんですね。で、その余計な計らいが物事をかえってややこしくしたり自分の心をややこしくしてしまうんですよ。人間なんてね、なんか賢そうなこといろいろ言ってますけども、そんなに複雑な生き物じゃないですよ。ね。勝手に自分で複雑にしてるだけ。糸っていうのはシンプルに伸ばしとけばまっすぐですが、ごちゃ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 ってやるとね、ごちゃ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 って絡むじゃないですか。そう。無心にある。自分がいいと思ったらいい。自分がちょっとあれだなと思ったらちょっと離れておく。ね。そんな自然な感覚ってありますよね。これをいろいろと自分の心をいねくったり、ね、いろいろな複雑な言葉を見てね、そんなとこに憧れたり、ね、本を読んだり、いろんなものを聞いたり、音楽を聞いたりするとね、本当にストレートに物事を表現する人もあれば、湾曲して物事を表現する人もある。そう。でも自分の心が疲れた時っていうのは簡単な方がいい。シンプルな方がいい。ね、いろいろ難しいことを考えない方がいい。そう。それで十分生きていけれるんですよ。ちっちゃい時はそれができた。でも大きくなってくると、いろんなことを考えちゃうね。で、必要以上に相手のことを気遣ったり、ね、必要以上に物事を詮索して考えたり、これが計らいです。こうしたらこうなるかな、こうしたらこうなるかなって考えるのはいいですよ。でも考えすぎるのは良くない。どっか病気です、それはね。だから、計らいということを捨てて、自分の素直な感覚に従った方がいい。さて、チコさんをね、今、これでいろいろ迷惑をかけたし、ありがたいなという気持ちになりましたと、友達にね、いろいろやっていただいて、そう、申し訳ないという気持ちとか、本当にありがたいなという気持ちになったということは、この最悪の状態っていうことを脱したっていうことじゃないですか。ね。で、本当にそういう意味では友達に命を救われたのかもしれない。でも、これでお互いね、今後の進路
がこう分かれていくにあたってですね、これを機にきっぱりと決別した方が良いと考えています。これがまた大きな計らいなんですよ。自然に共になって、いろんなことがあった。だけど、結果として、そのごちょごちょとこじれてしまったことを、先生とか、ね、周りの人とかの助けを借りながら、普通に学校で、こんにちはって笑い合えるとかね、で、そういう友になった。普通の、友になった。以前ほど、ベタベタに絡むことはしなくなったけれども、普通に挨拶をしたりとか、お話ししたりってする友になった。ね。だけど今度はまたね、きっぱりと決別しましょう。これもおかしい話だと思いませんか？そういうことを考えるということが計らいなんです。別にそのまま自然にしとけばいいじゃないですか。なんで今度わざわざきっぱりと決別ですとか。ね。右じゃなきゃ左。左じゃなきゃ右。この極端な思考がチコさんを苦しめてるんですよ。世の中はグレーです。世の中は白か黒かじゃないんですよ。街中歩いててもそうでしょ。世の中は白と黒とじゃないじゃないですか。いろんな色が混じってるんです。この右か左か、白か黒か、友達との関係もね、親友か、口も聞かないか。なぜこう分けていくんですか？これが病気です。いいですか？今の友達との関係。それがね、自然にその後どうなるか分からない。けども、ありがとねとかね、おはようとかこんにちはとかね、どうしてるとか、ベタベタするわけでもない。でもきっぱり別れるわけでもない。自然にしときゃいいんです。ひょっとしたら向こうがね、また声かけてきてくれるかもしれないし、こっちもまた声かけていくかもしれないし、わからないけれども、これがベタベタせずにね、で、言ってなんとなく向こう迷惑そうだなと思ったらスッと引けばいいですよ。で、こうやって引いてるうちに向こうが何か声をかけてくることがあるかもしれないんですよ。親友っていう関係がこのままずっとこうやってね、昔のような親友という関係、これを善として、ああでなければ人間関係、友達関係っていうのはいけないんだってどっかで思い込むとそれは違うんですよ。チコさんも地方の大学に行って新しく友達ができるかもしれない。新しい体験をするかもしれない。そんなことでいろいろ夢中になって、昔の友達のことを自然と忘れていくかもしれない。そのチコさんの今のね、友達も、彼女も大学進学して、また違う大学行って新しい友達ができるかもしれない。彼氏ができるかもしれない。新たな人生を歩んでいくんですよ。その中でふと思い出してね、どうしてるっていうことがあってもいい。ないかもしれない。これも自然に任せればいいんです。自分からきっぱり決別です。言う必要はない。そう。で、これは友達関係に限らず、今後ね、チコさんが人生を歩んでいくにあたって、大学受験をして、その後、いろいろとまた大学に行ったで、面白いことが見つかったりとかね、自分が今まで知らなかった世界っていうのを知ったりするわけですね。そんな中でね、迷った時に思いといてください。無心、大道にキスです。計らいが出てきてごちょごちょ考える時っていうのは苦しくなっちゃう。ね。けれども、無心に、自分のね、感性の赴くままに、これは違うなと思えば違うし、これはと思えば進んでいく。動物たちを見てるとわかります。動物たちの関係見てるとね、この私のいる福厳寺にも、豚ちゃんがいたり、ヤギちゃんがいたり、いつも話してますけども、豚ちゃんたちも仲がいいんですよ。だけど時々、オスの豚がね、メスの豚にこうやってギューって言って寄ってって、ですけどメスの豚はね、もう、うっとうしいなと思うとね、うわーって言って、ものすごいガーって言ってね、もう一頭の豚に対してね、嫌なのっていう、嫌っていうことを強烈に突きつけます。あれで見てると人間だったらショックだなっていうぐらいの拒絶をするんですよ。拒否をするんですよ。だけど、じゃ
二人は離れ離れになるかと。またしばらくしたらね、なんかこうやって寄り添って一緒に寝てたり、ね、メス豚がいるところへ一生懸命オス豚がプレゼントでね、いろいろこう木の枝とか木の実運んでたりしてますよ。ね、逆もまたしかりですね。いろいろちょっかい出しては、もう、うっとしいのよって言われて、ね、あ、そうですかって離れる。それで距離感がわかるじゃないですか。これを鬱陶しいのって言われてないのに鬱陶しいと思われるかなと思ったり、ね。逆に来てほしいのにって思ってるのに、またね、そこを遠慮したり、で逆に来てほしくないと思ってるタイミングで出かけていって勝手に凹んだり。人間はそういうことやるんですよ。でも動物たちは無心に生きている。そこに計らいがない。ね。ダメって言われたらダメなんだなって。嫌って言われたら嫌なんだなって、それでいいじゃないですか。そこにね、余計に考えすぎてしまうことが、自分の心を疲れさせ、相手の心を疲れさせ、なんかめんどくさいよねってなるんです。そう。もっともっとシンプルに生きたらいい。最後になりましたけれども、恩という言葉があります。恩というのは、原因の因という字の下に心って書きますね。チコさんが自分が鬱になって、たくさんの人たちが、先生も含めて、周りの人たちも含め、友達も含め、ね、たくさんの人たちがチコさんのために心を寄せてくれてるじゃないですか。自分が死にたいと思って、もう死のうと思った。でもその瞬間を救ってくれようとした人たちがいっぱいいるんですね。そんなことをこの高校生活を通して学んだ。これは教科書の中に書いてない勉強なんですよ。ぜひね、この恩という字、いろいろな今の自分に気づきを与えてくれた、そんな友含めて、学校の先生含めて、この恩という気持ちを心に大事に持ち続けてください。その上でね、人様にいろんな考えるきっかけとか、いろいろな自分を立ち直らせてくれるきっかけとか、なんか人生について考えるという、深く考えるというきっかけをもらった。そういう原因を作ってくれた人のことを忘れない。ただただ忘れない。それが恩です。それに対して何か恩返しをって言って考える必要はありません。チコさんが健康になり、そして自分で自分の道を切り開いて、したたかに生きてもらう。それが恩返しなんですよ。先生たちにとっても、友達にとっても。後、この後、大学行った後にですよ。また昔のような友達の関係に戻れるかどうかはわからない。新しい友達ができたり、新しい世界に行って、それぞれが自分の世界に没頭するかもしれない。でも、チコさんは、あの時にこういうことがあって、友が、ああいうふうにして自分をね、助けてくれようとして一生懸命動いてくれた。そのことに対する恩を忘れないということ。このことが大事なんです。直接的に何か贈り物をしたりとまた気使わせます。そんなことしなくてもいい。けど、ただただ自分の中に、この高校時代の一つの思い出としてね、友達との恩をずっと持ち続ける。その上で、自分で自分の道をこれから切り開いていくんですね。無心、大道に帰す。ごちょごちょと考えてわからなくなったら、ぜひ、この言葉を思い出してください。ですか、余計な計らいをすると、かえっていろんなことがこじれていきます。ね、人間関係、いろいろな社会との関係というのは、自分が何か思ったことをやってみる。それに対して何かね、バチッと拒絶をされたりとか、拒否をされたり、喜ばれたり、いろいろわかんないんですよ。だけど、やってみないとわかんないんですよ。やってみた結果、自分が何かね、これはダメなんだなとか、これは人嫌がられるんだなっていうことが、徐々に分かってくるんです。それが成長していくということです。それが社会と関わっていくということです。これを恐れてたら、ずっと学習できないんですよ。そう。計らいを忘れずね、恩を忘れず、その恩を忘れず、そしてあまりの計らいということはもうしなくていい。迷った時には無心、大道に帰す。そうしていくうちに自分の生き様、生き方、大道が見つかってくると思います。応援しています。頑張ってください。